前回のあらすじ、軽量マシンをコンセプトにしたいい走りをした変調新車足をベースとした目標を15割切りにした達成したパワーの割に速かった安定感はなかったレーンチェンジはダメだった軽量化のために合成を抜きすぎたのが原因だった。さてどうしようか。 LC 攻略の基本はローラーを壁に当ててマシンを抑え込むことです。ローラーには下向きの角度が少しついています。ローラーが壁に当たっている間はマシンが下方向に動きます。 LC で最も難しいと感じるのがマシンが左から右へ移ることです。ローラーが壁に当たらない期間が生まれますね。つまりマシンを抑えられないということですか。この対策としてローラー幅を広めて常に壁に当たるようにするとコース幅が狭くなるウェーブセクションに遮られます。過去にローラー幅を電動で変えるマシンも作っていましたね。このギミックは重くなりすぎでした。さらに電子制御なので調整が非常に難しく安定性にも難がありました。走行を重ねて調整が必要なのに致命的すぎます。なんかいい方法ないですかね。 LC だけはローラーが常に当たる、でもウェーブセクションは通る、そして軽量で安定して効果が出る方法。なんか既視感ある画角です。ありました。それらを満たす方法です。この状態でローラーを常に当てるためにローラー幅を広めていましたが、ローラーの位置を前方に伸ばしても当たることに気づきました。ローラーの幅はそのままで LC ではローラーが常に当たるシンプルな方法です。まさに求めていた方法ですね。このアイデアでマシンを作ります。シャーシを印刷しました。幅広にすることで姿勢を安定させます。前回と同様にモーターマウントとステーマウントを 3D プリント部品として、シャーシはカーボンステーで組みます。シャーシ第1号なので所々キツキツです。第2号です。穴のサイズを調整しています。不要な箇所を斜めにして軽くさせます。本当にこの形でいいのかしら。前回同様にシャフトが通るステーにローラーステーを取り付けるので、ローラーに力が加わるとシャフト側も曲がります。前よりは曲がりにくいからこの設計にしたけど、あとステーの幅が影響してベアリング取り付けられないですよ。幅広なトレッド幅もコーナースピードを落としますし。ならこうか。第3号です。シャフト部とステーを独立させました。トレッド幅を狭めました。バッテリーを外側に配置して安定感を残します。第4号です。細かい調整をしました。実験的にこの面を抜いてみました。抜く前、抜いた後、かなりふにゃふにゃになりました。ちなみに重さもそんなに変わらないです。面っていいな。第5号です。面を戻してほど調整をしました。これでいきます。カーボンステーのジョイントを印刷しました。ローラーステーを印刷しました。スラストチップを印刷しました。すべてのパーツが揃ったので組み立てます。モーターを取り付けます。フランジベアリングを取り付けます。シャフトを差し込みます。クラウンギアを取り付けます。ホイールを取り付けます。グリス塗り塗り。サイドカーボンステーを取り付けます。ステージョイントを差し込みます。リアローラーステーを取り付けます。リアローラーを取り付けます。固定します。ローラーホイールを取り付けます。固定します。バッテリーを取り付けます。ロングアームを取り付けます。ローラーステーを差し込みます。フロントローラーを取り付けます。固定します。チョップ、スティックスになりました。ショートローラーステーを取り付けます。スラストチップを取り付けます。フロントローラーを取り付けます。固定します。できました。レフトロングアームシステム。マシン名はオルナです。左腕を伸ばしたような外見です。早速この腕の効果を見てみます。お、左右のフロントローラーが同時に壁に当たっています。グッドです。もちろんウェーブでは止まらないんです。あれ大丈夫でした。どういうこと？この向きだと通らないですが、マシンの向きを真似るとアームのローラーを逃がすことができます。アームが長いのでウェーブはこうやって通すのですね。ドーン、修正しました。マシンの向きを曲げるためにここのローラーを小さくしました。バッテリーマウントはマシンを曲げると壁にぶつかるので除去しました。重量チェック 45.9g。 シンプルな構成なので軽いです。駆動チェック。ミセルリポの 8.4V にしては静かです。壊れそうにないですね。スルスルグッドです。平面速度チェック 1セル 4.2V。 2.28 秒。あれ思ったより遅いな。2セル 8.4V。 1.93 秒。空転しすぎ。タイヤとコースを掃除しました。1.52 秒。私のマシン史上最速です。これまで速度にも課題感があったので嬉しいです。いつもは速度向上のために電圧を上げてモーター壊していましたからね。まずは1セル 4.2V で走らせます。ドーン、スロー。左の押さえつけが強すぎて姿勢が乱れています。姿勢が乱れるとミニローラーが離れて抑えられなくなります。ゴムリングで摩擦が強いのでプラリングで姿勢を見直します。どうでしょうか？左の押さえつけがなくなりすぎて浮いています。姿勢変化の原因は分かったので調整します。ゴムリングに戻してスラスト角を8度から4度に変更。5。まだ左の押さえつけが強いです。ゼロスラストも試してみます。5。姿
姿勢はかなり整えられました。ですが右ローラーで抑えきれずにコースアウトです。最初の時点で飛びすぎなので左ローラーの適度な押さえつけも必要です。スラスト角を2度にしました。5。まだ押さえつけが強いです。フラリングからアルミローラーに変更。ドーン、近くで勾配。1周目。相変わらず姿勢は左下がりです。かなり高い位置でギリギリ耐えています。悪くはないです。作戦通りに左ローラーが離れる前に右ローラーが壁を掴んでいます。右ローラーに着目するとかなり低い位置を維持しています。リアが軽ければ安定しそうです。2周目。右ローラーが触れているように見えます。姿勢が急変したことで右ローラーが壁から一瞬離れてしなりが解放されてバネのように触れたのでしょう。ローラーが壁から離れなければ触れないので今回はこのままでいきます。先ほどの1周目の考察から回収しました。リアが上がらないようにリアローラーをゴムにして壁に引っかかりやすくします。しっかりと下がっていたアームにバッテリーを移設して重量物の位置が下がるようにします。余分なバッテリーを一旦はけました。どうでしょうか？ダメです。なんでこんなうまくいかないのかしら。気になっていたんですけど、なんでフロントローラーは2段にしないんですか？ああ、その概念を忘れていました。怖い。フロントを多段のローラーにしました。LC で姿勢が乱れても両側のローラーが壁に当たります。これぞロングアームの進化です。どやるな。5。通過しました。久しぶりにスタートラインに立てました。3.08 秒。ここからタイムアップを狙います。安定感はバリバリですね。本来このスピードならあそこまで苦戦しないはずなのだけど、忘却の2段ローラーのせいでしょう。スロー。1周目、2周目、3周目、4周目。どれも安定しています。ただしタイムの割には浮きすぎな気もしています。スピードを上げてどうなるかですね。ようやく似せるバッテリーです。本来の性能を発揮させます。5。さすがに厳しいです。スロー。意外と吹っ飛んでいないです。姿勢も悪くないな。左ローラースラスト8度、左下段ボム上段アルミローラー、右ハイマウント2段ローラー。惜しい。姿勢はグッド。侵入時の押さえつけがもう少し欲しい。左上段もゴムリングにすればここを抑えられるのでいけそうです。左2段ボムリングローラー。あれ、止まっちゃった。バッテリーの根元から断線しました。修復を試みましたがハンダが乗らなくて無理でした。こんなこともあろうかと。予備バッテリーも購入済みです。同じ型はなかったので少し容量が大きく少しサイズも大きいです。バッテリーホルダーに入らなかったので取り付け位置を変えています。今度こそ。2.93 秒。遅いな。バッテリーの違いによるモーター回転数比較。キリコ。約 37,000rpm。黄緑コ。音からしても約 35,000rpm。回転数が低いです。まだあります。キリコ来い。黄緑コ。ラストワン。もうダメと。完全に商品がマイナーチェンジされていますね。重量、速度、モーター壊さないのバランスが非常に良かった。見せるキリポが再燃できなくなりました。マジで今回こそはいけると思ったのに残念です。切り替えます。ナチュラルな改良案を思いついたので次こそは。やばい方法を思いついたって騒いでましたね。それではまた、のし。